こんにちは、カルメンです。カミノ・デ・サンティアゴ、スペイン巡礼の旅のアドバイス動画。今回は、靴は少しだけ大きめがいいという話をしていきます。今まで巡礼のいろんなアドバイスを話してきましたが、実はこれを言いたくて作り始めました。なぜなら私が歩いていた当時も、そして今も、巡礼経験者のアドバイス、ブログや動画を読んでも、この話が出てこないからです。私自身は日本語で見たことがありません。スペイン語では確か2度読みました。大きめがいいなんて間違ってると思う方、自分には逆効果という方は、どうぞご遠慮なくご意見、コメントしてください。いろんな意見や体験談は皆さんの役に立つと思います。靴選びは一番重要なポイントなので、ど素人の私の意見や一度や二度の体験を絶対だというつもりもありません。歩き方も靴のタイプも足の形だって違うのに、一概にこれが最適だとは言えないと思うんです。誰かの体験があなたに合うかどうかわかりません。結局は意見をいろいろ聞いた後、自分自身で試してみて、自分に合った靴選びをするのが一番です。でも今日の話は盲点で、あまり聞かない話なので、騙されたと思ってよかったら最後まで聞いてください。この靴は少し大きめがいいというのは、一緒に歩いたガイドの先輩シュウさんが、確かスペインの山グッズ専門店で聞いたアドバイスだったと思います。そして私たちは聞いていたので、少し大きめの靴で来ました。私はもともと背は低いくせに足が大きくて幅広で、足の形も歩き方も変なんです。普段でもどこかに当たって足が痛い場合が多いので、当たって痛くない靴を選ぶのが自分には一番重要だと分かっていました。それで少し大きめの靴がいいというアドバイスを私は喜んで取り入れました。ただ、巡礼を何度も歩いている人の体験記やブログを読んでも、そんなことを言っている人は誰一人として日本人ではいませんでした。それどころか真逆の意見が数多く出てきます。靴が大きいか、靴紐が緩んでいると足が動いて靴ずれをする。この話本当によく出てきます。あまりにも出てくるので、靴はぴったりじゃないといけないと思う人がいるんじゃないかなと思います。理論で言えば、足が動いて靴ずれするからというのは正しい気がします。そしてもちろんそれも確かに一理あるでしょう。ですからこの少し大きめがいいというアドバイスはどうなのか、果たして正しいのか私自身はっきりわからず、そのため強くは主張してきませんでした。そして私の巡礼仲間は途中で少しずつ増えていったんですが、靴は少し大きめがいいよと伝えはしたものの、大きすぎてもいけないよというアドバイスをしてました。で、これは正しいんですが、聞いた人には中途半端な、わかりにくいアドバイスだったなと思っています。結局本人たちはいつも通りの靴のサイズで来てしまって、少し大きめがいいっていうのはスルーだったんですね。そしていつもと同じどころか、靴が小さくて苦しんでしまったんです。一番最初の動画でお話をした心が折れてしまったり、もう二度と続きを歩きたくないと思った人たちは、靴が明らかに小さそうでした。なぜ小さかったかにいくつかの理由も考えられるので、別の動画でお話をしますが、靴には少し余裕があるべきという話をちゃんと知っていれば、靴が小さい問題は起きなかったと思うんです。ですので、もっと強く主張してこれを教えてあげればよかったと思っています。それで、これから行く人にこの話をぜひ広めたいと思ってきたんです。そして今この動画を作るにあたって改めて調べていて初めて気づきました。山用の登山靴専門の靴屋さんのホームページ、登山クラブのウェブサイトにはこのアドバイスが結構書いてあるんです。山歩きでは常識のようで、指が1本かかとに入るぐらいのサイズを選ぶと書いたページがたくさん出てきました。巡礼を歩く人たちは私もそうでしたけども、歩きの初心者が多くて、山歩きの基本的なことを知らないで歩いているのかもしれません。
山歩きでも今、かかとに指一本じゃないと言ってる動画や、今の靴はぴったりサイズでも大丈夫と言ってるサイトも見つけました。山登り、靴選びのプロでも意見が分かれるので、やっぱり靴選びは難しいんだと思います。ですが、登山専門のページか動画で、お客様の靴のサイズが2サイズ違ってたという話も読みました。プロから見て本来履くべき靴よりも2サイズも小さく歩いている方がいるんですね。これはぴったりではダメだという話を知らないために起きる靴選びの間違いではないでしょうか。冒頭で挙げた巡礼中によく書いてある靴が大きすぎたり、靴紐が緩んでいたら靴ずれするって話が広まりすぎて、ぴったりを選びすぎてるんじゃないでしょうか。ただ、巡礼と山歩きは違うので、登山専門店で選んでもらうのが必ずしも合ってるとは限りません。スペイン巡礼路は山も歩きますが、平地も町も舗装された道路を歩くことも多いです。それから普通の登山よりもずっと長い距離と長い時間、長い日数を歩き続けます。そしてスペインの夏は暑い。日本は山へ行けば涼しいというイメージがありますが、スペインの夏の山は太陽が近くて日差しが強いです。道中全く木陰がないとこをひたすら歩きます。靴ずれの動画で蒸れは大敵だと話をしましたが、ハイカットの登山靴は長時間で重いし疲れるし蒸れる。私は夏のスペインの巡礼の旅には向かないと思っています。ですので、必ずしも登山専門店の人の言うことが正しいかは別なんですが、それでもこういう靴のサイズの選び方や山での歩き方のアドバイス、靴紐が外れない締め方、スティックの外れない持ち方など参考にできる情報は多いので、山歩きの情報も一度は見てみるといいでしょう。サイズの話に戻りますが、注意いただきたいのは、大きめといっても足が前後に動いたり、かかとがスポッと抜けそうになったり、そんなに大きなサイズを選べと言ってるわけじゃないんです。特にかかとは緩いと靴が脱げないようにとしてしまって疲れてしまいます。もともとかかとが人より細い人は抜けないかを気をつけた方がいいです。でも、ぴったりサイズもダメです。靴を履いた時にもう足の指先がぴったし指先に触れている状態。これは登山の世界ではぴったりすぎるんです。山は起伏があるので、下る時には足先に、登る時にはかかとに重心が動きます。ぴったりサイズだとここで圧迫されてしまいます。足先に1センチぐらい余裕がある方がいいと登山靴のページには書いてあります。かかとが靴ずれする人は、もしかしたら靴が大きくて前後で動いているのかもしれません。あと靴がちょっと合ってない。大きい小さいではなく、その形が合っていない可能性もあります。あとは靴紐が緩んでいる可能性もあるし、あとは歩き方。大股で歩く。足首の動きが大きい。後ろに重心がある人はかかとが靴ずれする可能性があります。でも、爪が剥がれる人、爪が割れる人、つま先が内出血で真っ黒になる人はぴったりすぎる点を疑ってみてください。巡礼のブログなどで読みましたが、私たちは全然つま先はあんな風にはなりませんでした。つま先に余裕があったらああはならないと思います。爪の部分が圧迫されてるってことですよね。今までその問題を抱えていた人はサイズを一つ上げてみることをお勧めします。最後に重要な注意点は一つ。靴は少し大きめがいいという言葉を使いましたが、少し大きめというと大きい方がいいと誤解する人が出てきます。そうではなく、つま先に余裕を持たせると考えてみてください。言い直しますが、靴は少し大きめがいいではなく、靴のつま先には少し余裕があった方がいい。この観点で選んでみてください。靴の形や足の形にもよるでしょうから、万人への正解もありません。私のこの話も鵜呑みにせず、自分でいろいろ試してみてください。次の動画ではもう少し具体的な靴の選び方について続いていきます。